パートです。今週文科省が旧統一教会に2度目の質問権を行使しました。先週1回目の質問権に対する回答があって、段ボール10箱の文書を文化庁に送付したようです。文化庁は教団側に組織性、悪質性、継続性があれば裁判所に解散命令請求を出すか検討します。2度目の質問は来月6日回答期限です。解散命令請求が出れば来年6月には法人格が取り消される見込みです。この団体が今まで放置されてきたことが問題なんですが、宗教法人でなくなると信者はこれからどうするのという疑問が湧く。私は1989年に脱会して IT エンジニアとして社会復帰できたんですが、当時23歳で若かったし、バブルの時代で求人が多かった。今献身生活している人がどうなるのか気になります。彼らは共同生活しながら教団の仕事をしているので、全員は続けられないでしょう。オウムも解散してからアレフという団体で、続けているけど10分の1になった。献身者でない教会員の人は金づるなので、解散でも続けるのか疑問。ただオウムと統一教会が違うのは海外での事業の多さなんです。米国や韓国をはじめ日本の信者から集めた金で、巨大な資産を築いた。日本でもワコムとか上場している会社もある。天宙平和連合や勝共連合の政治団体、世界日報やワシントンタイムズという新聞社がある。2013年にニューヨークに旅行して、たまたま泊まったホテルがニューヨーカーホテルというところで、後からウィキで統一教会のホテルだと知って驚きました。1970年代に購入したらしい。ここで教会員の飛び降り自殺があったようです。米国の海産物事業は大きいらしい。安倍元総理のおじいさん、七三の代から続いた関係がこれで終われば、戦後の日本政治も終わる。内政中曽根さん、金丸信さんが北朝鮮との関係を統一教会経由で作り、閣僚だった高村正彦さんが文教祖の訪日を特例で認めた。むちゃくちゃです。海外に築いた資産は日本の霊感商法で集めた金だから、マネーロンダリングで差し押さえるべきなんです。海外選挙と称して日本人の女性を含め危険地帯で殺害された方が多くいる。捨て駒で南米、米国、アフリカ、ロシアの危険地帯に送られて個別訪問で物売り、勧誘して暴行で亡くなった方がいる。殉教というけど最初から捨て駒のつもり。87年に朝日新聞を襲撃殺害した赤報隊事件というのがあって、犯人は分からずに時効となったんですが、統一教会犯行説がある。何せ米国政界に人脈があって、トランプをはじめ多くの有力者がいる。それだって日本で集めた金を渡したからなので、解散で金が集まらなくなれば有力者も離れる。財閥と言われる韓国の統一グループも規模は大きいけどうまくいっていない。要は日本の金で、続いただけ。北朝鮮の事業もロシアの潜水艦を取り、ホテル事業や自動車事業もやったがうまくいっていない。解散したら
離れる信者は増える。続ける人も金は出さなくなる。韓国の本部も日本は金づるだから信者の面倒は見ない。韓国の企業では雇わない。見捨てられるでしょう。日本の事業は洗脳と勧誘がないとできない。ワコムは続くでしょうね。もし解散で影響を受ければ、どこか買収するかな。統一教会の応援がないと選挙で困る政治家が出る。解散すれば信者はこれから分裂するでしょう。離れる人、続ける人、新団体に移る人。